こんにちは、快適アートです。今日はこの水彩ペンを使って描くイラストの描き方解説動画です。こんな感じの夏の花のイラストを描きます。こちらのペンは呉竹ジグクリーンカラーリアルブラシという商品です。毛筆タイプのカラー筆ペンになっています。今回は全90色の中から何本か選んで描いていきます。紙はマルマンのビファール水彩紙の中目を使っています。まずは朝顔を描いていきます。ブルーを使って5箇所内側に払うように色をつけていきます。中央はつなげずに空白にしておきます。次にペルシャンブルーを使います。間に色をつけていきます。筆をギュッと押すようにして太く描いています。次に水筆を使います。中央から外側に向かってぐるぐると円を描くように溶かしていきます。水筆がない場合は水を含ませた筆でもできます。シルエットは少しいびつになるように描いています。一通り溶かせたら乾かないうちにきれいにした筆で真ん中の色を抜いていきます。水分が多いとにじみができてしまうので水気を拭き取っておくといいと思います。何度かに分けて筆をきれいにしながら拭い取るように色を抜きます。次にまた水気を取った筆で今度は真ん中から白い筋を描いていきます。外に行くほど細くなるように力を抜いていくと朝顔っぽい模様ができます。この作業は先ほど塗った青い色が乾ききらないうちにやっていくのがポイントです。5本バランスよく筋を描いていきます。2色の青を使っているので水を使った時も色味に変化ができてきます。次にペールグレーを使います。真ん中のくぼみを少し描いておきます。次は紫の朝顔を描きます。バイオレットを使います。同じ手順で色を置いていきます。2色目はブルーにしました。水筆で溶かしていきます。ナイロン製の筆はコシがあるのでこういう風に白抜きしたり筋を作ったりするのがやりやすいです。最後の花はペルシャンブルーの割合が多めの青い朝顔を描きました。色味の組み合わせや割合でぼかした時の色や表情が違ってきます。この花は少し斜めから見ている感じで平たい丸で描いています。次は葉っぱを描きます。ピーコックブルーを使います。左右の点が花に近くなるように互い違いに丸い点を3つ描きます。3つの丸の花側の部分を滑らかなラインでつなげておきます。次にメイグリーンで下側に色を追加していきます。水筆で下側に溶かしていって葉っぱの形を描いていきます。2色の緑を使っているのでこれも色ムラのある葉っぱが描けます。もう少し書き込みたい場合はピーコックの色を下側に伸ばすようにして葉脈にするのもいいと思います。
の方にもう一つ葉っぱを追加しました。次はパレットやお皿にバイオレットを出しておいて、ブリックベージュの筆先につけていきます。違う色味を筆先に追加するときは何度か往復してインクを取るようにするとしっかり取れます。額やつるを描いていきます。バイオレットが染み込んでいるので色を濃く見せたい額の部分から描きました。ペン先に違うインクを追加した場合は描いているうちにだんだん元の色に戻ってくるので、それも考慮しながら描き進める順番を決めています。こんな感じで完成しました。色の組み合わせを楽しんだり、葉っぱやつるで遊び心を加えると面白いデザインがたくさんできると思います。次はひまわりを描いていきます。まずはライトブラウンを使います。花の真ん中にある種のアウトラインを点線で描いておきます。ここが花びらの付け根になるので、花びらの向きに合わせて放射状に払うようにマークしておきました。次にイエローを使います。筆をぎゅっと寝かせるようにして太い線で払うように花びらを描いていきます。ライトブラウンで花びらの方向をマークしておいたので、その方向に従って描いていくと角度を間違いにくいです。だいたい1周したら水筆を使います。イエローのインクを伸ばすようにして花びらを増やしていきます。中央側も2色をなじませておきます。次に乾かないうちにライトブラウンで花びらの影を追加していきます。中央から外側に払うように線の太さに強弱をつけて描いていきます。線が目立ちすぎるところは水筆で少し溶かしてぼかしておきました。次にブラウンを使います。種の部分と花びらの付け根の一番暗い影の色はこれにしました。ピーコックブルーを使います。ブラウンで塗っておいたところに小さな点を描いていきます。下の色が乾いていないのでぼんやりと滲んでいきます。真ん中が密集して暗い色になっているのと、その一周外側にぐるっと囲むように点線を描くと立体感のあるひまわりの種っぽくなります。種の部分の仕上げで水気を切った筆で境界線をなじませておきました。筆先でツンツンとつつくようにしてなじませています。筆についた暗い色で花びらに線描を足すと花びらにもう少しボリューム感が出ると思います。
ぱを描きます。ディープグリーンを使います。払うような線で葉っぱの陰っているところだけ描いていきます。次にメイグリーンを使います。これは光が当たっているところだけ塗っています。水筆で溶かして葉っぱの形を描いていきます。これも2色使っているので溶かした時に色のグラデーションができます。ひまわりはこんな感じです。だんだん真ん中に向かって濃い色で描き進めてみましたが、色が濁らず鮮やかに描けました。花びらに追加した線画はなしのバージョンでも可愛いと思います。いろいろアレンジして描いてみてください。今日はこんな感じで水彩ペンを使って夏に人気の花を2種類描いてみました。結構簡単に描けるので1つにつき10分くらいで作業が終わりました。もしよかったら水彩ペンの練習とかも兼ねて描いてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。